こんにちは。10分でわかる本のまとめシリーズ。3100万円自己投資する人生学校が、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本だけを約10分でまとめます。今回は、立花明さん著、言ってはいけない残酷すぎる真実です。今日の動画はすごいですよ。この動画1本に人生学校の熱い思いをしっかり込めました。有料級です。シリーズ累計60万部突破、新書大賞を取った全てエビデンスに基づいて書かれた本なんです。この動画をご覧いただければ、表では絶対言ってはいけない残酷な真実について、究極に大事なポイントについて、ほぼ網羅されているはずです。では早速究極の目次からいきましょう。なぜ言ってはいけない残酷すぎる真実を知っておくべきか。人生で絶対言ってはいけない残酷すぎる真実ランキング3。残酷すぎる真実を知って人生でやめるべき3選、人生でやると良い3選、それぞれ簡単に見ていきましょう。なぜ言ってはいけない残酷すぎる真実を知っておくべきか。実は人生で自分が目を背けたくなるようなものって真実であるケース結構多いと思いませんか？しかも真実って実際に言ってしまうとめちゃめちゃ叩かれてしまうこともあります。ですがそんな内容であればあるほど意外と事実だったりするんです。だからこそ今回エビデンス付きの残酷すぎる真実をしっかり見て本当の真実を見極める必要があるんです。著者の立花さんは言います。世界は本来残酷で理不尽なものだ。さらにその理由を一言で言うとこうだそうです。人は幸福になるために生きているけれど、幸福になるようにデザインされているわけではない。真実を知った上で自分の人生でどのように活かせるか一緒に考えてみましょう。人生で絶対言ってはいけない残酷すぎる真実ランキング3。第3位。戦争を啓蒙でなくすことはできない。現代の進化論では、社会的な動物である人は上手に嘘をつくために知性を極端に発達させて、ついには高度な自己欺瞞の能力を身につけたと言います。自己欺瞞とは自分で自分の心を欺くことですね。もしこの現代の進化論が正しいとしたら、暴力や戦争をなくすために理性や啓蒙に頼ったところで何の意味もないのです。なぜなら自分で自分の心を欺く自己欺瞞は無意識の働きのため意識によって強制することはできません。そして他人が欺瞞を指摘すればするほど逆に頑なになっていきます。この自分で自分の心を欺く自己欺瞞が厄介なのは知性の高い人ほどこの罠から逃れられなくなることなんです。知性の高い人はその恵まれた能力を駆使して現実を否定して自分を騙すより巧妙な嘘を無意識のうちに作り上げてしまうんです。ヒトラー、スターリン、レーニン、毛沢東など現代史にとてつもない災いをもたらしたと言われるのはみんな極めて賢い人たちだったというわけなんです。無意識の働きに人は意識で抗うことはできないのです。第2位、見た目で人生は決まる。写真から性格や未来がわかる。あるアメリカの心理学者マシューさんによると、卒業写真であまり笑っていなかった人の離婚率が満面の笑みの卒業生の5倍になると言います。卒業アルバム写真を何百枚も集めて笑顔の度合いを点数化して、その後の結婚生活を研究したんですね。また、たとえ無表情の写真であっても、その人の内面をある程度知ることができるんです。中でも特に外交性については、無表情でも正確に当てられるんです。逆に表情の一つである笑顔は、その人の全体の印象を大きく左右します。ちなみに写真から判別できないものもあります。それは何かというと、誠実さ、穏やかさ、政治的見解です。これらは会って話して行動などを観察する必要があるのかもしれません。美貌には明らかに格差が出る。経済学者ダニエル・ハマーメッシュによると、男女ともに美形であるかどうかで経済的に明らかに差が出ると言います。例えば、美形の男性は並の容姿の男性と比べて 4% 収入が多く、容姿が劣る男性の場合、平均的な男性に比べて収入が 13% 少なくなります。女性の場合は美しいと判断された女性は平凡な容姿の女性より 8% 収入が多く、平均より下と評価された女性は 4% 収入が少なくなります。簡易的な計算ではありますが、美人は生涯に2400万円得をして、不美人は1200万円損をする。その格差は3600万円もあるというのです。ちなみに美しさの基準は時代や文化によって変わりますが、あらゆる社会に共通する美の基準は顔の対称性と肌の滑らかさだそうです。そして女性の体型で重要なのはウエストのくびれだそうです。
第1位、家庭環境での子育てや教育は子供の成長に関係ない。ある研究結果によると、子供の人格形成や学習能力に子育てはほとんど関係がないと言います。かろうじて言語、アルコール依存症、喫煙という項目のみに影響があるというのです。ちなみに一卵性ソーセージは遺伝子が全く同じで見た目も瓜二つです。そんな2人がそれぞれ別々の環境で育っても言語、アルコール依存症、喫煙以外の差がほとんど出てこないというのですね。このデータからは子育てや教育で私の子育て、教育が悪かったなどと悩む必要はないということになりそうです。ですが、アメリカの心理学者ハリスさんの集団社会科論によると、子供の人生に大きな影響を与えるのは家庭環境よりも学校と言います。子供は友達集団の中で自己形成していくというのです。では、親ができる一番の役割は何かというと、それは子供の持っている才能の芽を摘まないような環境を与えるです。例えば、もし知的能力を伸ばしたいなら、良い成績を取ることがいじめの理由にならない学校を選びます。もし芸術的才能を伸ばしたいなら、風変わりでも笑い物にされたり、仲間外れにされたりしない学校を準備してあげることが必要というわけなんですね。残酷すぎる真実を知って人生でやめるべき3選。人生でやると良い3選。残酷すぎる真実を知って人生でやめるべき3選。一つ目、最初の直感を信じない。人は外見だけで見ず知らずの人間の性格や知性を判断できます。アメリカの大学では学期の終わりに学生は教師を評価します。そこで学生がどれぐらい正確に教師の授業の質を判断できるかを調べた研究結果があります。結論から言うと、学生は初日の授業だけで教師の優秀さを正確に見抜くです。さらにハーバード大学で行われた研究では、授業を録画し、各授業につき30秒にまとめたものを学生に見せたところ、その映像だけで有能な教授と無能な教授を見分けました。ちなみにこの映像から音声を取り去っても結果は同じだったそうです。さらに映像を短くして各パート2秒ずつ授業の始まり、中ほど、終わりの方の合計6秒の音声のない映像にしたところ、この断片だけの映像から下した評価もなんと学期末の評価と一致していたというのです。つまり人は音声なしの一瞬の映像を見て下した直感とも言える判断が当たっているということなんです。二つ目、世界は悪くなっていると信じる。あるテレビでは治安の悪化が問題になっていると報道されることがありますが、2015年時点では刑法犯の件数が戦後最小になっています。日本社会はどんどん安全になっているというわけです。多くの人が懐かしい三丁目の夕日の昭和30年代は人口あたりの殺人件数は現在の2、3倍で残虐な少年犯罪も多かったのですね。一般的な常識とは逆に若者の犯罪の減少は顕著で、世代別で最も犯罪者が増えているのは実は高齢者だと言います。そして世界的な傾向としては、治安の悪化が叫ばれる先進国はどこも犯罪が大きく減っているというのです。もちろん今後は変化していく可能性がありますが、未来をいたずらに悲観することはないですよというわけなんです。理想のユートピアがすぐ実現するかどうかはさておき、そこそこ豊かでそこそこ暮らしやすい世の中なら十分期待できるというわけなんですね。三つ目、才能は親からの遺伝でほぼ決まるから勉強は必要ないと信じる。子供に対して家庭環境の影響を強く与えられるのはほぼ言語性知能だけです。それを除けば一般知能の8割、論理的推論能力の7割が遺伝で説明できると言います。中でも認知能力は遺伝の影響が極めて大きいと言います。ですので子供の能力は教育とか子育てではなく遺伝の影響がほとんどというわけです。だとしたら何が必要かというと、親自らが勉強をしてその姿を見せながら親自身が学び続けることが何より大事だと思いました。中でも人生学校的には楽しく主体的に学ぶということができたら最高だと思います。この YouTube 動画を自ら選択してご覧いただいているあなたのように、残酷すぎる真実を知って人生でやると良い3選。一つ目、ユダヤ人の知能の高さに学ぶ。イスラエルにおける IQ 検査などから分かったこと、それは、ユダヤ人の中で極めて知能が高いのはアシュケナージ系のユダヤ人だけということ。では、アシュケナージ系のユダヤ人が際立った特徴は何かというと、ヨーロッパにおける激しいユダヤ人差別によって人口の増加が抑えられていた。キリスト教で禁忌とされていた金貸しで生計を立てざるを得なかった。多民族との婚姻が許されなかった。です。
一言で言うと、激しいユダヤ人差別を受けていたなんです。人生学校的にここからわかることは、生き残るためにこれしかないという環境は、人間が持つとんでもない能力を開花させるのではないかということです。何でも自由に選べる環境は、逆に選択肢が多すぎて悩んでしまうことってありますよね。そんな時は選択肢を自分で狭めて絞り込んでいく必要があるんです。二つ目、容姿に気を配る。まず人は第一印象の見た目で判断されています。そして長い目で見ると、経済格差は数千万円も違ってくると言います。あくまで一つのデータですので、例外はあると思います。容姿が全てとまでは言わないまでも、一つの大きな要因であることは確かなんです。だとしたら、自信も大事、コミュニケーション能力も大事、知識も大事。ですが、見た目は自分が思っている以上に人生に大きな影響を与えていることを自覚しておいた方がお得というわけですね。三つ目、男女で違う幸福の優先順位を知っておく。最新の遺伝子学や脳科学の知見では、男と女では生まれつき幸福の優先順位が異なることが分かっています。男性は競争に勝つことに満足を感じます。一方、女性は家庭と切り離されると人生の満足度が大きく下がってしまうのです。人生学校的には、この男女で違う明らかな価値観の違いを知っておけば、お互いに相手が大切にしていることが理解できるようになるはずです。そして根本的な男女の違いを理解していれば、男女ともにお互いに幸福度を最大限に高められると思いましたね。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本のまとめを10分程度で1週間に1本配信しています。有益な情報と感じるものだけを厳選しています。10分で人生を変えたい方は、ぜひチャンネル登録お願いします。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。今回の言ってはいけない残酷すぎる真実のまとめ。この動画では YouTube 的にどうしても出せない内容もありましたので、興味のある場合はぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたにとって受け入れたくない真実を受け入れることで人生が激変していきます。一番印象に残った残酷すぎる真実、どれでしたか？もしよかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。